東京に住むとたくさんの楽しいことがあります。桜は綺麗だし、食べ物は美味しいし、お寺や神社など歴史的な建物もたくさんあります。東京に住むのは本当に楽しいです。でもそれだけじゃないんです。東京に住むと大変なことももちろんあります。この動画では僕が考える東京に住むと大変なことを3つ紹介します。それじゃあスタート。東京に住むと大変なことの1つ目は通勤です。通勤は会社に行くことですね。会社に行くこと。これがとっても大変です。普段東京ではみんなが電車を使います。街の中にたくさん駅があるので、行きたいところに簡単に行けるので、電車はとっても便利です。でも朝は違います。東京の朝の電車はとっても大変です。なぜなら会社に行くために本当にたくさんの多くの人が電車を使うので、朝に電車に乗るともう体が動けないくらいいろんな人とぶつかりながら電車に乗らないといけないです。これがとっても大変です。ここでちょっと面白いデータを紹介します。東京の人口、東京に住んでいる人は何人だと思いますか？答えは1400万人くらいです。1400万人。1400万人の人がこの小さい東京に住んでいます。とっても多いですね。そして日本の全部の人口、東京だけじゃなくて日本全国の人口は1億2000万人くらいです。なので約 10% くらいの人は東京に住んでいます。日本人の、10人に1人は東京の近く、東京に住んでいる人なんですよ。まあやっぱりこれだけ多くの人が一気に会社に行くために電車を使うので、本当に混んでしまうので大変ですね。あとこれは僕も調べていてすごいびっくりしたんですけど、皆さんは新宿駅って知っていますか？新宿駅は日本でもすごいよく使われる駅で、1日に300万人の人が使います。1日に300万人の人が新宿駅を使います。これちょっとやばいですよね。世界のいろんな駅の中でももうトップクラスに使われている駅みたいです。東京には本当にたくさんの会社があって、面白い仕事があって、いろんなことをすることができます。でもやっぱり通勤は大変ですね。もし皆さんが日本に来た時にはぜひ朝に電車を使ってみてください。朝に東京で電車に乗ってみてください。もう日本の生活、東京の生活を感じることができます。日本の東京の生活を感じることができるので、ぜひ日本の東京の朝に電車に乗ってください。お願いします。東京で生活していて大変なことの2つ目はフルーツの値段が高いということです。もしかしたらこれはちょっとカルチャーショックかもしれません。フルーツは東京では結構高いです。
どうですか？フルーツとっても高いですよね。なんでこんなに東京ではフルーツが高いのかなんですけど、いろいろ理由はあります。でも一番大きい理由は輸送の費用です。輸送は運ぶことです。運ぶのにとってもお金がかかるのが、東京でフルーツが高い理由になっています。それだけじゃなくて、例えばお店の土地ですね。土地の値段とか、お店で働く人の値段とか、いろんなものが高いので、東京ではフルーツの値段がとっても高いんです。僕が田舎に住んでいた時は、近所の人がフルーツをくれたりしました。近所の人が僕にフルーツを食べてっていう風にくれたりしました。でも東京ではあんまり近所の人とか近くの人にこう食べ物をあげたりとか一緒にお話ししたりっていうことはあんまりありません。だから東京でフルーツを食べたいときは自分で買うしかないんですけど、フルーツの値段が高いからちょっと悲しいですね。ここで僕が、フルーツを食べたいなっていうときによく買うものを皆さんに紹介します。それはコンビニで売っているスムージーです。スムージー。いろいろな果物が入っていて結構美味しくて、これを飲むといつも元気になります。コンビニのこのスムージーを作る機械もちょっと面白いので、スムージーを作っている時にワクワクします。皆さんももし日本に来たらぜひこのコンビニのスムージーを食べてみてください。すんごい美味しいです。東京で生活すると大変なことの3つ目は夏の暑さと湿度です。夏の暑さと湿度がとっても大変です。日本は7月と8月がとっても暑いです。だいたい30度を超える日が多くあります。30度を超えるは結構普通だと思うんですけど、それだけじゃなくて湿度も 70% 以上になるようなことがとっても多いです。なので本当にサウナみたいに暑いし湿度が高いんです。大変です。夏の日に外に出ると何にもしなくても汗がダラダラ出てきます。汗がダラダラ出てきて、で湿度が高いので汗が乾かないです。汗がずっと残ります。だからタオルで汗を拭かないとずっと体がびしょびしょになってしまいます。とっても暑いので、暑いなってなって街を歩いている時にちょっとお店に入ります。外は暑いからお店に入ろうと思ってお店に入ると、今度はお店はとっても寒いです。クーラー、エアコンがとっても強いので、もう寒くて外は暑いけど中は寒い。だから寒いと思って今度外に出たらまた暑くて寒くてってやって、夏に、風邪をひく人がいます。日本ではそれを夏風邪と言ったりしますけど、それくらい暑い寒いが日本では大変です。僕の住んでいるアパートもその湿度がすごい大変で、例えば夏になると壁とか床が、何もしてないのにちょっと濡れていることがあります。湿度が高いのでちょっと壁が濡れていることもあります。とっても嫌ですね。はい。東京の夏はその暑かったりとか湿度が高かったりでちょっと大変なんですけど、でも悪いことだけじゃないです。例えば花火大会とか夏祭りとかいろんな楽しいイベントももちろんあります。そういうのはすごい楽しいんですけど、やっぱり東京の夏の暑さと湿度はめっちゃ大変なので、もし東京に観光に来るときは
夏じゃない方がいいかもしれません。春とか秋の方が楽しいかもしれませんね。動画を見てくれてありがとうございました。このビデオでは東京に住むと大変なこと3つを紹介しました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。日本語ラーニングではいろんな楽しいビデオ、日本語を勉強するのに楽しいビデオを作っています。もし日本語を勉強している人はぜひチャンネル登録お願いします。それじゃあおしまいです。バイバイ。